食事と収入には密接な関係がある。耳から潜在意識を変える人生学校です。まず最初に言わせてください。この本はものすごい。一生に一度は触れたい本です。最後までぜひ。今回は食は運命を左右する水野南北著のまとめです。健康問題、食料問題、運命開花、すべてに関係する素晴らしいインパクトのある本でした。Amazon で5000円以上しましたが、その何倍も価値のある本でした。江戸時代に600名もの弟子がいた100発100中の人相鑑定をする天才水野南北先生が人生をかけ残されています。まずは本質部分からまとめます。もしあなたが手相、人相を見てもらい、こんなことを言われたとしても一切気にする必要がありません。あんた何歳で死ぬよ。一生お金を持てないね。いい結婚ができないですよ。なぜなら万に一つの狂いもなく運命を爆裂に良くする具体的な方法を私は知っているからと断言しているのです。人生学校なりに究極の4つとしてまとめランク付けしてみました。それは第4位、同じ時間に食べる。第3位、同じ量を食べる。第2位、粗食にする。第1位、小食にする。これらをひたすら変えずに続けるです。これがこの本の本質部分ですので、もう一度。第4位、同じ時間に食べる。第3位、同じ量を食べる。第2位、粗食にする。第1位、小食にする。これらをひたすら続けるです。これらすべてを簡単にまとめると、規則的に小食粗食を続けられれば、持って生まれた運命よりも急上昇できるよです。このことを南北先生はお弟子さんなどの質問に対して何度も何度も手を変え品を変え答えてくれているのです。いやいや、太っていて成功している人いるでしょう。現代では通じないのではと思うかもしれません。もし南北先生が今生きていらっしゃったらきっとこう言うでしょう。人生は自由ですから好きなようにしても構わんが、たくさん食べ贅沢をし、食事の時間も量も不規則な生活を続けながら繁栄を続けたいという者がおったら言語道断である。もともと多くの徳を持って生まれている者もいるにはいるが、飲食を慎まないことで持って生まれた徳を誰もが例外なく減らしてしまうことになる。それとは逆に持って生まれた運命が悪く、たとえ徳が少なかったとしても3年以上飲食を慎み継続した者は運命が必ず好転するのだ。この運命開花法はどんな人でも3年あれば運命は愚か寿命までも変えられると断言しているのです。補足です。肉体労働の場合は多めに食べるのはまだ良いのだそうですが、もし肉体労働であっても少しでも節制することができれば今の状態から運命開花していくそうです。ヨガの言葉で腹8分で医者いらず、腹6分で老いを忘れる、腹4分で神に近づくというものがあるそうです。普通に食費も減りますよね。ファスティングをやったり小食継続で体の調子が良い人や若く見える人は多いのではないでしょうか。食べ過ぎた時体が重くなってやる気が出なくなった経験はありませんか？特に集中力を必要とする仕事の人は食べ過ぎると集中力が落ちてしまうので少ししか食べないようにしているということを結構耳にします。食べ過ぎないことは健康はもちろんのこと運命にまで関係しているのですね。食事を節制すればするほど生まれた時よりも徳を増やすことができるのです。南北先生は腹8分で満腹とせよと言われています。この内容を読んで真っ先に人生学校が思い浮かんだのがある著者でした。それは食べることやめました。1日青汁1杯だけで元気に13年の森道夫先生です。この先生は脊髄小脳変性症という小脳が小さくなっていき、いずれ平衡感覚がなくなり生きていけなくなるという難病中の難病だったのですが、断食の先生に出会い、青汁と少量のサプリを継続したことでなんと克服してしまったどころか、今では鍼灸師として人を助けているのですね。不治の病を克服したというのはまさに運命を変えたと言えるかもしれません。そうは言ってもよっぽど切羽詰まっていない限り断食を続けるのは簡単ではありませんから、継続を前提にすると今の2割だけ減らすという方法を人生学校はお勧めします。他の人の例をサクッと挙げると、 YouTuber ヒカキンさんはコンビニ弁当暮らし、世界一のお金持ちビル・ゲイツさんは粗食で倹約家、世界一の投資家ウォーレン・バフェットさんもハンバーガー好きで贅沢をしないことで有名、オバマ大統領も小食、日本一の個人投資家と言われる資産200億円を超える BNF さんは
はカップラーメンやそばなど軽食を1日2食、ジャパネット高田の高田明社長は1日1食半を40年、60代で40代に見る南雲義則先生は1日1食、ガクトさんは1日1食でお米は20年食べていない、高橋一生さんは1日1食、ベストセラー作家85歳で現役バリバリ五木ひろゆきさんも小食、タモリさんは1日1食、いいともを体調不良で休んだことはない、北野武さんは1日1食、星野リゾートの星野社長も小食、福山雅治さんは1日1食、サッカーの小野伸二さんも1日1食、誰逃れ明美さんはお米は 100g で3日に1日、夕食は基本的に炭水化物なし、野菜やおかずだけなどなど、他にももしご存知の方がいたらコメント欄で教えてくださいね。ちなみに赤毛ザルの実験では3割カロリーを減らして17年間比較するのですが、3割減らした方は体が引き締まって動きも速い、髪の毛に色艶があり皮膚が若々しい、白髪もない、そして眼光が鋭いというのですね。ちなみにカロリー制限をすると寿命が伸びる動物実験としては、ミジンコが 1.7 倍、サラグモというクモが 1.8 倍、グッピーが 1.4 倍寿命が伸びたというのもありました。ちなみに南北先生自身は人相が悪かったと言われ、こんな顔立ちです。どうですか？なかなか良いとは言えない人相なのです。実際18歳の時に窃盗をし牢獄に入れられ、犯罪者は一般人と人相が違うことに気づくのですが、牢屋を出た後、寿命があと1年の相が出ていると言われ出家しようとし、それをきっかけに食事を麦と大豆のみに変えたことで1年後には相が全く変わり、陰徳を積んだ人相に変わるのです。それで最終的には約3000坪の屋敷と蔵を7つ、600名の弟子を持ち、当時の天皇からひいきを受けるほどになるのです。南北先生がこの食事が全ての運命を決めるという究極に行き着いた理由を語るには、南北先生の人生を知る必要がありますので簡単に説明します。3年間散髪屋で頭の層を研究、3年間風呂屋で体の層を研究、3年間火葬場で死者の骨の層を研究、それでも100発100中とはなりませんでした。その後研究を続け、ついに飲食の様子を調べることで万に一つも狂いなしという境地に達したのです。層のみで判断すると、金ができ長生きをする層の人で貧乏をし若死にする人がいたり、貧乏で若死にをする層の人が実際は金ができ出世をし長生きをする人がいる。ある時人の運不運寿命は皆食べ物飲み物を慎むか慎まないかによって決まるのではないかと試してみたら、1年前には大きな難が来るようになっていた人が断然飲み食いを慎んだため難を逃れただけでなくかえって良いことがあったり、生涯貧乏である層の人が飲食を慎んだため相応の富を得て今は大きく出世している人がいるのです。南北先生自身一生涯麦を1日1合5杓だけ、今で言うと玄米1日1合から 1.5 合、つまりお茶碗 2.5 杯ほどにし、大好きなお酒も1日1合、現代で言うと1カップ1本程度までと決め実践し続けたのですね。小食粗食を守り続ける人はたとえ相が悪くても健康も運命も良くなっていく。逆に大食いでその上量も時間も決まっていない人は問題外で一生運は良くならず、ついに家庭を壊し病気になるとのこと。飲食に定めがあっても時々少しでも多かったり少なかったりすると収入もまた多かったり少なかったりする。飲食が一定していて変化がないと収入もまた一定していて変化がない。寿命も食事で変わってくる。立身出世は毎日仕事に精を出すだけでなく、倹約して大食いを慎むこと。厄年も飲食を厳重に定めている人は厄を逃れるというシンプルでかつ強力な究極の方法です。現代のファスティング、断食、マクロビよりもずっと前に原理原則を説いた食と運命の原点中の原点と言えると思います。親孝行する前に食事を慎む。人格を磨こうと思ったら食事を慎む。運命を良くしようと思ったら食事を慎み、それを3年以上継続する。これに尽きるのです。おまけです。運命開花のために食事以外のことも実は書かれているのです。それは何ですかというと、1、早寝早起き、夜鍋は大凶とのこと。2、占いは受けるべきではない。なぜかというと、良いと言われると有頂天になって隙ができる。悪いと言われると気になってしまってやる気がなくなるからだそうです。そんなことより飲食を慎めばもっと人生も人格もお金も仕事も健康も全て良くなるよというのですね。3、水、紙、塩を無駄遣いしない。
大切な資源を無駄に使わず大切に使うは言うまでもないですよね。倹約を実践し大成功した人が上杉鷹山という人です。食事をはじめ贅沢を慎み赤字財政から大逆転した有名な人です。4、倹約は良いがケチはダメ。自分のことは倹約するのがいいのですが、人のためにお金をケチってはダメとのことです。おまけ2です。1台で3000坪の屋敷を残した南北先生の1日のカロリーを計算してみました。現代で言うと1日に玄米2杯半ほどで約800キロカロリー、1カップ1本で約200キロカロリー、合わせると1000キロカロリー。突然今日から南北先生の域に達するのは簡単ではないですから、今の2割だけ減らしてみるを継続するのはいかがでしょうか。リバウンドもなく楽に続けられるかと思います。玄米と青汁などを組み合わせて脂肪のみ落としていくような南北先生流の最適な小食粗食の継続プログラムを作れたらいいなと思いました。ちなみに青物や野菜は多く食しても良いそうですよ。南北先生に興味のある方はぜひ手に取って読んでみてくださいね。食べるのやめました森先生の師匠の音声を概要欄とコメント欄にリンクを載せておきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。あなたは運命好転のマスターです。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。